こんにちは。トレーナーもお出かけですか？私は喜劇を見に行くところなんです。眠れぬ主の夢物語という話題作を。はい、ずっと見たかった公演でワクワクしすぎて昨日はなかなか寝つけなかったんですよね。当日券があるってサイトに載っていますが、トレーナーもしかして。もちろんです。ぜひぜひ。全席自由席ですから並んで見られますよ。さ、早く行きましょう。やはり私の屋敷が没収されたなどはありえない。真実を。これは夢だ。そうに違いない。早く夢から覚めよう。やれやれ、何日も同じことを言ってよく飽きませんね。あなたは夢の中にはいませんよ。屋敷を失い寝床もないのですから。今晩も寝られないかも。きっと思い出しちゃうから。どうしても我慢できなくて。すみません、うるさかったですか？よかった。だってもう本当に面白かったんですから。今もちょっと頬が痛いくらいですよ。筋肉痛になっちゃうかも。はい、そうしたいです。ええ、小さい頃に見てからすっかり夢中になってしまって。ちょうど両親に憧れ礎になりたいと思い始めた頃でした。夢を叶えたい。とにかくそのことで頭がいっぱいだったんです。でもその頃はまだ気持ちをうまく切り替えられなくて、四六時中気を張っていました。そうしたら次第に疲労が溜まっていって体調を崩してしまったことがあったんです。ええ、まだ幼かったですから。そしたら両親が休みを取って劇場に連れて行ってくれたんです。ねえ、家で勉強していたいんだけど。いい子だから今日は父さんたちの休みに付き合ってほしいな。この劇面白いって評判なんだぞ。ええ、今日は勉強のことはなし、私たちも仕事はなし。とことん笑いましょう。ほら始まるわ。ご主人様、双子の卵で作った目玉焼きにございます。これぞ幸運の証。どうぞ召し上がってくださいませ。何を言う。これは不当の方ではないか。ここで幸運が訪れてしまってはあとは厄難が待っているだけだ。初めはふてくされて見始めたんですけど、いざ始まってみると一気に引き込まれちゃって、終わった頃には今日みたいに頬がすっかり痛くなってました。張り詰めてた気もほぐれちゃってたんです。いいかシーザリオ、夢はな必死に追うものだ。じゃなきゃ叶わない。けど適度に力を抜いて心に余裕を作るのも同じくらい重要なことなんだ。こうして家族で出かけたりしてな。そうよ、リラックスしているからこそ見えてくる景色もあるわ。真剣に取り組んだからこそできることがあるのと同じ。それがどういうことか
シーザリオならわかるはずよ。だって私たちの自慢の娘だもの。それから教わったことを意識するようになって、少しずつオンオフを自分で切り替えられるようになったんです。だから喜劇はただ面白いから好きというだけではないんですよ。両親がくれた学びのきっかけですから。はい。両親のことももっと好きになったし、もっともっと尊敬するようになった思い出でもあります。やっぱり先生たちはすごいなって。はい、とても。二人の教えがなかったら私は今ここにいなかったかもしれません。だから未来の馬娘の礎となり、遠い先で今を振り返った時、その歴史に礎の原点として両親の名も刻むことができたならば、それはどんなに誇らしいことか。夢の始まりもまた夢の一部なのですから。